皆さんこんにちは、あゆらです。今回は5月6日に更新されたコブラのブログザ・ポータルの日本語翻訳完全版をお伝えしていきます。今回の更新では地球の現状や今後の流れについて重要な情報が多数書かれています。ぜひ最後までご覧くださいね。キメラグループの掃討が続いています。光の勢力はキメラから直接的もしくは間接的命令のもとに、ネガティブ軍が準軌道宇宙飛行で運用する少数の TR-3B 艦隊とリバースエンジニアリングされた艦隊を除いてキメラの全宇宙艦隊の掃討に成功しました。キメラの地下基地は一定数残っており、その大半は地下の高深度には位置していません。それらは物質的なキメラ雲に操られて守られているキメラ支配下のプレアデス人、シリウス人、アークトゥールス人、その他種族を人質として取っているため、排除がかなり困難な状況です。また、これらの基地には拉致された人間の子供や大人が大量にいます。コンゴのブガブ近くの地下にあるキメラの主な基地は、雲の女王と王、そして他の数匹のキメラスパイダーが生息しており、今でもそのままの状態が継続しています。地球周辺の量子異常は順調に解消されつつありますが、地表からごく近接した位置にある残存量子揺らぎ異常が一定量存在しているため、アセンテッドビーイングと光の艦隊の物理的出現を未だに阻んでいます。人間のインプラントやバイオチップに直接関係する量子揺らぎは予想以上に除去されています。インプラントやバイオチップによって生じる時空の歪みはこのように高速かつ劇的に低減されます。その結果、ここ数週間で人間の感情の起伏が大幅に減少しました。また、アカシックレコードのほとんどが除去されました。これは過去の出来事の記録が削除されたことを意味するものではありません。光の勢力は過去の出来事のネガティブなエネルギーや感情の排出をすべて取り除いているだけで、これで感情のリリースや許しがより容易になります。地球上のネガティブな非物理的エンティティの総数は心理学的に重要な統治である1兆を下回り、今も急速に減少しています。これは実質的に転生した人間一人に対して100個程度の非物理的な悪魔的エンティティが現存し、その人間を支配して闇側に追い込もうとしていることを意味しており、1996年以降の過去数十年間と比較してはるかに良いグリッド比率となっています。グリッド比率が転生した人間一人に対して非物理的な悪魔が10個以下になると、聡明で最も強力な地上の人間が隔離された地球の記憶喪失から本当に目覚め始めると予想されます。地上ではウクライナの平和のための瞑想がかなり功を奏し、今回の戦争は回避されました。人々は医療の先制政治と戦っており、フロリダのように大規模な解放が起きた地域がすでにあります。インターネット上ではワクチンを接種した人がスパイクタンパクを排出してみんなに感染するという恐怖に基づく偽情報がたくさん流れています。
スパイク状のタンパク質の排出でプリオン病にかかる可能性がある程度上昇するものの、多くの人が恐れるほど危険ではありません。また、ワクチンはアセンションプロセスを妨げるものではなく、波動をある程度下げるだけです。現在のワクチンはカバールが開発しようとしている将来の潜在的技術のトロイの木馬に過ぎません。体内に挿入されるバイオチップは、グレートリセット後の全金融取引のグローバルなオンラインデジタル通貨システム、いわゆる獣の刻印につながることになります。DARPA はこの計画を一歩進めて、ワクチンとバイオチップを結びつけました。言うまでもなく、獣の刻印計画は成功しません。ここで興味深いのは、グレートリセットのフロントをやっている一人であるアンソニー・ファウチが、スイスの黒い貴族であるアビスケと関係があるということです。アビスケはオカルト的に言えばダートの支配者の一人でした。カバールのグレートリセット計画の次の段階は、世界的なサイバー攻撃を仕掛けてインターネットを停止させ、彼らの支配下にある新しいオンライン金融システムを復活させることです。ビットコイン、暗号通貨、東亜の利用者が知っておくべきことは、ビル・ゲイツが密かにバックドアのキースロガーをすべての Windows にインストールしたことで、カバールはあなたのビットコイン取引を把握していることです。ビル・ゲイツといえば、メリンダが彼と離婚した本当の理由はギロチンが怖いから。情報筋によると、やってくるニュールンベルク方式の裁判では、カバールのメンバーの多くが人類に対する犯罪で公開裁判にかけられ、500人から5000人の死刑判決が下されるといいます。カバールの犯罪者たちは主にアメリカ、中国、日本、そして名前を明かせない第4の国で公開処刑されます。それらの犯罪者はその後、光の勢力によってエーテル界に集められ、ガニメデの選別施設で銀河裁判所による再度の裁判を受け、その後、銀河のセントラルサンで処理されることになります。カバールの多くの軽度犯罪者は逮捕されて、軍事法廷で迅速に裁かれた後、レジスタンスによって惑星外に輸送されて、ガニメデ選別センターで選別されます。彼らの中で罪を正せない、あるいは正そうとしない者はセントラルサンに連行されて再構築され、それ以外の者は銀河中の強制施設に連れて行かれてカルマを清算させられることになります。腐敗した市長、弁護士、政治家、銀行家、病院経営者、医師、ジャーナリスト、さらにはライトワーカーを装っていた者などのネガティブな目論見を推進していた約50万人のカバールの手先はイベント時に逮捕されて懲役刑に処されることになります。私のチームの過去のメンバーの中で光を裏切った者の何人も逮捕されることになるでしょう。これらすべてが終了した後に、光の力はいわゆる不正の説に対処し、地上の人々の中で他人に深刻な不利益を与えた多くの人々が自宅軟禁、社会奉仕活動、または罰金により刑を執行されることになります。過去の多くの不正義が真実和解委員会を通して、また調停や許しによって解決されて癒されるという点は重要です。マリファナ所持や窃盗などの微罪で収監されている地球に転生している人の多くは、イベント後すぐに刑務所から釈放されます。これにより人類史における暗くて不公平な章が閉じられ、新しい素晴らしい章が開かれることになります。
来月には NASA のローバーパーシーベアランスが火星で発見した生命の痕跡や米国防総省の UFO ファイルを通じて部分的な情報開示のプロセスが始まるかもしれません。ディスクロージャーのヒントはすでにここにあります。残存する初期異常が少なくなったことで隔離されていた地球がようやく解放され、7月20日から地上の住民に準軌道宇宙飛行が提供されることになりました。イベントが近づくにつれ、地球上の軍隊の舞台裏ではここに掲載したいくつかのヒント以外にも報道できない多くの活動が行われています。パンデミックとイベントの両方を含んだこの SF 小説を読んでみると面白い視点が得られるかもしれません。このような大変な時期にはバイオレットフレームを使ってエネルギーを浄化すると良いでしょう。またポジティブなエネルギーグリッドをサポートするためにより多くのチンターマニを世界各地に設置するのも良いです。日本のチームが青森でチンターマニのミッションを成功させた後、美しい銀河連邦のクラウドシップを撮影しました。概要欄に翻訳記事のブログのリンクを貼っておきます。ブログ内に内容の関連記事のリンクがありますので、さらに詳しく知りたい方はそちらも併せてご確認くださいね。このチャンネルでは地球の移行期がスムーズになるためのガイダンスとなる情報をお届けしていきます。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。